アンディの内藤千尋です。本日はスモークサーモンとアスパラガスの生春巻きをご紹介させていただきます。見た目を鮮やかに仕上げるなど、生春巻きを巻くポイントを動画内で説明させていただいております。ソースにはココナッツミルクを使った濃厚なものをご用意いたしました。どうぞお試しください。材料を紹介させていただきます。ライスペーパーになります。サニーレタスになります。アスパラガスになります。アボカドになります。人参になります。パイナップルになります。ミントになります。ディルになります。大葉になります。スモークサーモンになります。ピクルスに使うリンゴになります。ピクルス液のグラニュー糖になります。米酢になります。水になります。ソースで使うココナッツミルクになります。サワークリームになります。実山椒になります。実山椒は粉山椒でも代用していただけます。まずはサニーレタスとハーブをレースにさらしてパリッとさせます。レタスとハーブをレースにさらすことによってパリッとした食感になります。見た目も良くなりますし、ハーブや野菜の味を感じやすくなります。先ほど水にさらしたサニーレタスとハーブの水気を切っていきます。これもペーパーに余分な水分を吸わせておきます。これでレタスとハーブの下処理は終了です。まずアスパラガスの皮を剥いていきます。アスパラガスは、中心より下の部分、土に近いところの方は皮はちょっと厚くて食べられないので筋が残るので、そうですね、真ん中ぐらいから下に向かって剥いていきます。硬い筋が残らないように剥いていきます。アスパラガスの下の方は繊維が強くて硬いために、そこもカットしていきます。アスパラガスを縦半分にカットしていきます。こちらのお湯には、水の分量に対して 1% の塩が入っています。根元のところの方が火が入りにくいので、こちらから長めに入れていきます。アスパラの太さにもよりますが、1分程度で大丈夫だと思います。アスパラがこのぐらいしなるようになったら、氷水の中に落として、これ以上火が入らないようにしていきます。続いてはパイナップルをカットしていきます。形は揃ってなくてもいいんですけど、拍子切りのようなカットにしていきます。で、アボカドをカットしていきます。最初に皮を剥きます。こういったちょっと厚めのカットにしていきます。続いては人参をカットしていきます。人参は千切りにします。リンゴをカットしていきます。リンゴはピクルス用です。こちらもちょっと厚めの拍子切りのような形にしていきます。生春巻きのソースに使う実山椒をカットしていきます。ちょっと味のインパクトを出したいので、粗めのみじん切りにしていきます。鍋の中には水と米酢が入っています。そこに分量のグラニュー糖を入れて、グラニュー糖が溶けるまで火にかけていきます。グラニュー糖が溶けたらピクルス液の完成です。ピクルス液を氷水にかまして冷やしていきます。温かい状態のピクルス液に食材を入れると色が変わってしまったり、ちょっと食感が失われたりしてしまうので、一回冷ましてから漬け込んでください。十分冷えたのでピクルス液の中にリンゴを入れます。
この状態で、冷蔵庫に3時間ほど置いて、味をなじませてください。ココナッツミルクを鍋に入れて、火にかけてとろみがつくまで煮詰めていきます。このぐらいとろみがついてきたら OK です。氷水で冷やしていきます。ココナッツミルクが冷えたら、そこにサワークリームと、あと刻んだ実山椒、あとお塩を1つまみ、あとサーモンと相性がいいディルをちぎって入れていきます。そしたら一度冷えたら氷水から上げてしまいます。生春巻きだと皆さんスイートチリソースとかで食べることが多いと思うんですけど、山椒とかサーモンすごい相性がいいですし、せっかくだったら日本の食材を使いたいなと思って、東南アジアでよく使われるココナッツミルクと、実山椒、あとディルとかサーモンの相性のいいものを、揃えてソースにしてみました。このぐらいしっかり混ざったらソースの完成です。では生春巻きを巻いていきます。まずライスペーパーを水でふやかしていきます。ライスペーパーはザラザラした面とツルツルした面があるんですが、ツルツルした面が下側、最終的にはそこが表向きになるように置いてください。直接水道水でもいいのですが、霧吹きを使うと水分調節が簡単なので失敗しにくいと思います。全体に水分をなじませていきます。次にサニーレタスを一番下に敷いていきます。半分より下に置いてください。その上に具材を乗せていきます。アボカドと人参、先ほどピクルスにしたリンゴを乗せていきます。一度ピクルス液は冷ましてから漬け込んでいるので、このようにフレッシュに近い状態でピクルスを作ることができます。あとパイナップル、でこの上にハーブを乗せていきます。ディルとミントを大きめにちぎりながら乗せていってください。ここまで乗せたら半分まで巻いていきます。巻くときは、自分側手前から奥にペーパーを送ったものをさらにこう手前に引き寄せるような感じで、ここでギュッと握ってしっかりと形を作っていきます。この状態で結構しっかりしている状態です。この後に、サーモンやアスパラを乗せていきます。まず下茹でしたアスパラをこのように乗せていきます。で、アスパラの上にスモークサーモンを乗せていきます。こう全体に均一になるように4枚ほど乗せていきます。今回は、ライスペーパーと同じような大きさのお皿を使いましたけど、大きなまな板の上でも大丈夫です。その上に今度は大葉を敷いていきます。これで具が全部乗っかったので、この後巻いていきます。最初に両サイドを内側に巻き込んでください。で、ここでしっかり押さえます。で、この後に奥の方に巻いていくんですが、ここの食材が巻くときにずれやすいので、指で少し押さえながら優しく奥に巻いてあげます。一気に巻くよりはこうゆっくり送ってあげるようなイメージです。これで生春巻きが巻き終わりました。
巻き終わった生春巻きを半分にカットします。断面はこういう感じになります。断面が見えるように盛り付けてあげてください。それと先ほど合わせたココナッツミルクのクリームを添えてあげます。こちらで生春巻きが完成です。